2040年、地球の上空に衛星が3万機飛ぶのだ。アメリカが今日、その計画を正式に発表したのだ。宇宙が戦場になる未来。もう絵空事じゃないのだ。3万機ですか？それって今の何倍くらいになるんですか？宇宙軍ってそんなに大規模になるんですね。今日は世界7本のニュースをまとめてお届けするのだ。宇宙軍の超巨大計画、バイエルン対レアルの4激闘、イラン核交渉の緊張、そして日本にも関わるアジア CL の注目試合まで、宇宙から中東、スタジアムまで、世界が動いた一日なのだ。まず1本目、アメリカ宇宙軍、スペースフォースが今日、2040年に向けた長期計画、オブジェクティブ、フォースを公表したのだ。ブレイキングディフェンスによると、目標は衛星を現在の数倍以上に増やし、最終的に3万機体制を構築すること。兵員も今の約1万5000人から10年以内に2倍、つまり3万人超に増やす方針なのだ。衛星3万機って具体的に何のためですか？ GPS とか通信の話ですか？それとも純粋に軍事目的なんでしょうか？両方なのだ。計画書には8つの任務領域が書かれていて、即位、広報、タイミング、つまり GPS の強化から低遅延データ通信、ミサイル防衛、さらには機動戦、つまり敵の衛星を宇宙空間で無力化する能力まで含まれているのだ。宇宙はもはや平和な場所ではなく、中国やロシアが衛星攻撃能力を持つ今、アメリカは宇宙を正面の戦場として位置づけているのだ。日本への影響はどうか。日本の GPS 制度はアメリカの衛星システムに大きく依存しているのだ。もし宇宙で米中の衝突が起きれば、スマホのナビが狂い、物流が止まり、金融取引のタイムスタンプがずれる。デジタル経済全体が揺らぐ話なのだ。 IT 系の仕事をしている人は特に他人事じゃないのだ。続いて2本目と3本目は今日の世界を熱くしたサッカーニュースなのだ。欧州チャンピオンズリーグ、バイエルン対レアル、マドリードの準々決勝第2戦、アルリアンツアレーナで繰り広げられた試合はまさに激闘だったのだ。バイエルン対レアルか。確か SNS で盛り上がってましたよね。スコアどうだったんですか？ NACIN 氏のライブレポートによると、前半だけでアルダ、ギュレルがフリーキックを含むドブレーテ、ケインが同点弾を決める展開で、ハーフタイム時点で2試合合計スコアは4のタイとなっていたのだ。後半にはムバッテが再び決定機を迎えるも、40歳のノイアーが超絶セーブで阻止、歴史的名勝負なのだ。40歳のノイアーがムバッテを止めるって、それだけでドラマですよね。レアルには今大会スペイン人選手が一人もいないって本当ですか？その通りなのだ。ハーフタイムのデータでは、欧州 CL515 試合の歴史上、レアルがスペイン人選手をスタメンに一人も起用しなかったのは今回が初めて、と NACIN は伝えているのだ。ムバッテ、ビニシウス、アルダ、ギュレルといった多国籍分が現代のレアルを象徴しているのだ。次は南米に目を向けるのだ。3本目は南米コパ、スダメリカーナ、アルゼンチンのラシン、クラブとブラジルのボタフォゴがブエノスアイレスのシリンドロ、アベジャネラで対戦したのだ。ラシンは開幕戦でボリビアのインデペンディエンテ、ペトロレーロを3-1で破っており、ホームでは優位が見込まれるのだ。ボタフォゴには元日本代表選手との縁もある南米の強豪で、4人のアルゼンチン人選手も所属しているのだ。宇宙軍から CL からコパ、スダメリカーナまで、今日の世界本当に盛りだくさんですね。でも次はもっと重い話が来そうな気がします。4本目と5本目はイラン問題なのだ。今日、アメリカ上院で重要な採決があったのだ。ホメルサント氏の報道によると、上院は52対47の賛否で、大統領がイランを議会承認なしに攻撃することを禁じる決議を否決したのだ。民主党の4度目の試みだったが、共和党議員のほぼ全員が反対票を投じたのだ。これって要するに、トランプ大統領はイランを議会の承認なしに攻撃できる権限を持ったまま、ということですよね。共和党内でも不満の声があると聞きましたが。そこが面白いところなのだ。ホメルサント氏によると、共和党の助手、ホーリー上院議員は、作戦が長引いているのが気に入らない、ガソリン代が上がって有権者が怒っている、と発言しているのだ。軍事的強硬路線を支持しながらも、経済的痛みが限界に近づいているという本音が透けて見えるのだ。5本目、インターファクス通信によると、今日のイスラエルのネタニヤフ首相の発言も重要なのだ。米国とイスラエルの目標は同じ。イランから核物質を撤去し、ウラン濃縮能力を完全に廃絶、そして重要航路での航行再開を求める、と明言したのだ。さらに、交渉がどこに向かうかわからないので、イスラエルは戦闘再開も含め全シナリオに備えている、と言い切ったのだ。重要航路での航行再開、というのはホルムズ海峡のことですよね。封鎖されたら日本が輸入する原油の約8割が通れなくなる。それって企業活動も含めてキャリアに直結する話ですよね。
製造業だけじゃなく、その通りなのだ。製造業はもちろん、物流、輸送コストが上がれば、就活生が内定を狙っている大企業も採用を絞るリスクがあるのだ。転職市場も、エネルギー関連コストが事業計画に直撃すれば求人数自体が減る可能性がある。中東情勢は、石油の話に見えて、実は日本の雇用市場にも波及するのだ。でもここで話が消えるともったいないのだ。アジアにも今日熱いニュースがあるのだ。6本目はアジアチャンピオンズリーグ、エリートなのだ。サウジアラビアの名門アルイキハドが日本の町田ゼルビアと同じ ACL エリートに出場している日本クラブとの準々決勝に向けてファンが燃え上がっているのだ。アラビア星アッシャルク、アウサトによると、ポルトガル代表ダニーロ・ペレイラがボランチに起用され劇的勝利を収め、準々決勝で町田、つまり町田ではなく別の日本クラブとの対戦が確定しているのだ。アルイキハドといえばベンゼマがいたクラブですよね。ダニーロ・ペレイラはポルトのキャプテンだったし、PSG にもいた。そんな選手がいるサウジクラブと日本クラブが戦うんですか。アルイキハドは ACL のクォーターファイナルに今回で10回目の進出で、2004年と2005年の2度の優勝経験を持つ強豪なのだ。サウジのファンたちはスタジアムで直接選手を激励するべく、木曜の練習見学を大々的に計画していると同志は伝えているのだ。サウジのサッカー熱がいかに高いかがわかるのだ。日本クラブにとっては簡単な相手ではないのだ。先輩、正直に聞きますね。7本目、アルゼンチンの殺人事件って、なんで海外ニュースまとめに入れたんですか？事件の規模としてどう捉えればいいですか？いい問いかけなのだ。7本目はアルゼンチン。ブエノスアイレスのレコレタ地区の高級美容院で2024年3月に起きた殺人事件の裁判が本日改定したというニュースなのだ。容疑者のルイス・グスマン、45歳は、怒りが抑えられなかった。銃を取って撃った。と法廷で自供したのだ。被害者は同僚のスタイリスト、職業的な嫉妬が動機とされているのだ。犯行後70日間逃亡し、モレノで逮捕されたのだ。なぜ取り上げるかというと、仕事上の嫉妬が殺人につながったという構図は世界のどこでも起きうるのだ。アルゼンチンは今、ミレイ大統領の緊縮財政で失業率が上昇し、職場のストレスが社会全体に高まっている。こういう事件の背景に、経済苦が潜んでいることも忘れてはいけないのだ。今日の動画、冒頭で、衛星3万機が宇宙を飛ぶという話をしたのだ。宇宙、スポーツ、核交渉、事件、ジャンルはバラバラに見えるけど、全部に共通するのは、力の均衡が崩れつつある時代なのだ。宇宙でも、ピッチでも、外交の場でも、職場でも、緊張が高まっているのだ。今日覚えておいてほしい数字は、3つなのだ。衛星3万機、アメリカが宇宙派遣に本気を出している証拠、52対47、米上院でイラン攻撃制限が否決され、軍事オプションが残っている。そして4、バイエルンとレアルの同点で続きは延長、PK 戦へ。この3つの数字が今日の世界を動かしたのだ。宇宙軍の話、個人的には IT 業界にいる人間として本当に他人事じゃないと思いました。GPS が狂えばデジタルインフラ全体への影響、考えると怖いですね。皆さんは今日の7本、どのニュースが一番気になりましたか？コメント欄に、宇宙軍、CL、イラン、その他のどれか一言だけ書いてほしいのだ。明日も世界は動き続けるのだ。このチャンネルでは毎日海外ニュースを解説しているのだ。チャンネル登録と高評価で応援してくれたら、ずんだもんも全力で調べ続けるのだ。それじゃあまた明日なのだ。